こんにちは。ラダーから解放されて久々にカジュアルで遊んでいる春日部紬です。前回の野球マンの勝率 73% とか盛りすぎ上振れすぎでしょうと思われた方もいるかもしれませんが、最後まで 73% で完走したので、強いデッキをお求めの方はチェック。さて、今回のデッキは見ての通り死亡誘発で削るそくりデッキです。なお、ブラーンの死亡誘発は1ターンに1回だけの条件がドリブノットの2倍化にもかかるようで、シナジーはありません。同じセットなのにどうしてマナクリを見たら焼けが実践できなかった場合どうなるかをお相手に教えてあげなきゃ。お相手4マナ目も構えて5です。完璧にマナ足りてますね。これはまずドリブノットをキャスト。目玉のドミヌスサイクルなのに一切使われてるところを見たことがない悲しきクリーチャーです。そしてザクシスの奇襲がちょうどマナ足りています。ここで順次をコピーすると、伝説ルールでコピーされた順次が墓地に落ちて、お相手コントロールのようなので順次の TIG はハンデス2枚 ×2 でいきますか。お相手第3の道の気候をキャスト。そして奇襲の死亡時誘発ももちろんドリブノットで2倍になります。なので2ドロー。ザクシスが死んでも2ドロー。これはバクアド。そしてこちらのハンドには新カードの共同魂の葉。ラタドラビッグをコピーすることにしか使われていないこれを今回は順次にコピー。伝説ルールで順次トークンが墓地に落ちて TIG が2回誘発。お相手放浪を持ってたら生きてるのでここは2枚ディスカー。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。これは満足キープ。お相手森から赤い土地や青い土地と比べると緑の土地は目にも心にも優しいです。クイリオンの獣呼びをキャスト。ゴルガリのビートダウンデッキって感じでしょうか。こちらはジャダーをキャスト。エラスの良い相方です。お相手ゆする大入道をキャスト。これはちょっと面倒。こちらはジャダーの相方エラスをキャスト。ここ腐敗ゾンビでアタックしなかったのがバです。1点ドレイン損してます。お相手さらに獣呼びからの適応タイム。めっちゃサイズ上げてく感じですが、トランプルがなければまだマイル。獣呼びのアタックは通して残り15点。こちらはアーボーグのラタドラビッグをキャスト。死亡誘発ならこれは外せませんね。今回はちゃんとゾンビでアタックして1点ドレイン。お相手レント7番をキャスト。これもトランプルはつかないのでギリセーフ。そしてお相手は3体でアタック。大入道は通せないので先頭から除外して、エラスは相打ち、ジャダーはチャンクします。ラタドラの TIG でエラスとジャダーがゾンビで帰ってきます。ライフは比較的保てているので、次のターン以降のアクション数を増やすためにグエナから行きますか。無駄に警戒がついてるゾンビでアタックして1点ドレイン。お相手連7の0から土地だくさん持ってますね。そしてそのままエンド。エラスと相打ちになるのが嫌だったのかな。でもこの1ターンの隙は大きいですよ。こちらは追うからエラスとキャストします。これで腐敗ゾンビが2点ドレインになりました。さらに次のターンはもうお祭りですね。お相手レント7番のプラスからやっぱり肉質で攻めてくるタイプっぽかったですね。お相手3秒のタイタンをキャスト。強いですがもう間に合ってませんね。お相手は獣呼びに縦カウンターを乗せて1体でアタック。もう殴ってどうこうするゲームじゃなくなってるのでここは法を差し出します。お相手切り崩しでジャガーを破壊。なるほど、ゾンビ供給源を止めてしまえばなんとかなると。
ちらは青の PIG で踏み倒しを選択。ラタドラビッグはいいですね。これで次ターンのお祭りがさらに賑やかになります。ということでドレインで最後まで削りますか。フルパンしたら勝ちって忘れてました。申し訳ないです。そして最後に減らす。大量の誘発が出てお相手投了でこちらの勝利です。対戦ありがとうございました。録画ミスで2ターン目からスタートです。先ほどの試合でもそうでしたが、対緑はトランプルさえ出てこなければ何とかなります。お相手も不評体を捨てたくないけど、どうせこちらもブラーン捨てたくないだろう。読みアタックはいやらしい。こちらはラトスタイン王をキャスト。落ちりようもあるしマナも伸ばしたいし1トークンも出したいので、このデッキに完璧な1枚。お相手一気に展開してきます。トランプルがないのでギリセーフかな。獣呼びのアタックは通して残り14点。こちらはラタドラビッグをキャスト。これでブロッカーが用意できますね。お相手茨京の追跡者をキャスト。フルパンされると普通に厳しいですが、許されました。お相手獣呼びだけでアタック。ブラーンの能力誘発で2点ドレイン。こちらはドリブノットをキャスト。これでラタドラとブラーンは死んだら増えます。そして殴らずターンエンド。お相手さらに獣呼びをキャスト。さらにサルジンの似姿。見事にトランプルがないメンバーが揃ってかわいそう。このアタックは伝説2体でチャンプします。なお死んだら増えます。そしていろいろ誘発してターンエンドです。こちらは2倍弱視ス剣でラタドラを増やしますか。これで4ドロー弱視ストークン6対4点ドレインです。大量の誘発が気持ちいいです。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。最後に出番がなかった1枚の活躍をお送りします。お相手赤ですが2ターン目も動きなし。こちらはラトスタイン王をキャスト。除去は持っていそうなウェイトですね。お相手セレスタスをキャスト。ビッグレッドですかね。こちらはラタドラが落ちてネタバレしてしまいましたが、まずアタックしてジャクシスをキャスト。実中ハック除去されますが使わせるしかありませんね。お相手レジスタンスの日コスをキャスト。結構強いですよねコス。使うデッキがないですがジャクシスを破壊し電圧のうねりでラトスタイン王を除去。そんな無理しないでも。こちらは虫でコスを破壊し順次をキャストします。赤タンでこのクリーチャーはかなりきついでしょう。お相手銀行破りをキャストしてエンド。こちらはマナが足りてそうなのでメリーラをキャスト。さらにザクシスを奇襲キャスト。オートタップくん危ない危ない。ここ特に意味のないフルコン。というか能力2つスタックに乗せるからここで除去されたら大損害です。ここはまずコピーの方を残します。本体が伝説ルールで墓地に落ちて PIG 誘発。そしてメリーラの能力で順次が戦場に戻り、今度は本体を残します。ラタドラビッグをリアニメイトします。スタックが解決しラタドラリアニメイト。
お相手銀行破りを起動。そして2枚ディスカード。よく考えたら先アタックでしたね。順次召喚用意しちゃうので。そしてラタドラをリアにしたことでエンドにジャクシスコピーが生まれます。お相手コスをキャスト。マイナス3でラタドラを取ります。まあ次から毎ターン1マナレアにするんでこれは問題ありませんね。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。というわけで惜しいサクリファイスでした。ラタドラジャクシスのコンボは以前から有名かと思いますが、コンボ優先でラタドラの周りを偶話や除去などの非伝説のカードで揃えると、ジャクシスが引けないときラタドラが腐り、かといってラタドラの周りを伝説で固めると、ラタドラを引けなかった時にジャクシスがコピー先がなくて腐るといったお互いにトレードオフになるアンチシナジーが存在していました。それを解決するためにはジャクシスで増やして強い伝説生物を増やせばいいですね。ということで上川ドラゴンを4枚追加で同じ役割が8枚あればデッキになる理論が完成。ついでにラタドラ側に対してもジャクシスと共同魂の葉で計6枚のコンボ相手を用意しました。共同魂の葉を一応説明しますと、キャスト時にミラディンのためにでトークンが1体生成されて装備されます。その際にトークンが指定したクリーチャーのコピーになります。これはよくある4マナのミミックたちと違って ETB は使い回せない代わりに初回3マナコピーができて、次回以降は2マナと装備先の生物でコピーができますね。なので ETB は使えませんが PIG 目当てなら意味が出てきます。というわけでこのコピー先のトークンを生成するのがラトスタインとジャダーで2種6枚。そして最終的にフィニッシュ手段としてドレイン立ちを狙うためにドレイン要因を減らすとグラーンで2種6枚。あとはマナベースの安定化要因としてグエナとラトスタインで2種7枚。あとは最後にコンボを面白くするためのアクセントを2種類投入して完成です。そしてドリブノットを使ってみた感想ですが、やっぱり5マナは重いかな。あえて使うならカナドコみたいにマナを使わないサクリ台があるデッキで出たターンに仕事するような構築にしないと5マナ払って仕事せず除去になりそうです。かといってそういうデッキだと非クリーチャーが増えて破壊不能がつけにくいなんてことになりがちになりそうです。話は戻りますが、こんな感じで多様なシナジーを持った生物を複数種ずつのグループで採用して全体的に丸いコンボデッキに仕上げました。まあ除去がないのは全然悪くないんですがね。ブラーンあたりは外して除去に変えてもいいかもです。ちなみにカジュアルレベルでは遊べますが、あんまり強くないので高級ですしコピーはおすすめしません。以上です。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。またチャンネル登録やフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。